こんにちは、ジャイアントストア熊本の近藤です。今回はアルミロードコンテンドシリーズの中からコンテンド AR4 のご紹介です。今回はコンテンド AR4 のご紹介なんですけれども、2022年モデルのコンテンドシリーズコンテンドというものと、このコンテンド AR というシリーズが2シリーズありますね。その中でも今回ご紹介する AR モデルですね、コンセプトとして掲げるシリーズの中で AR1、AR2、AR4 の3車種が用意されています。この AR シリーズなんですけど、コンテンドの中でもディスクブレーキ搭載モデルとなっています。ちなみに AR1 は油圧式、AR2 とこの AR4 はメカニカルディスクブレーキ、ワイヤー引きのディスクブレーキとなっていますね。その他にも剛性と軽量性を両立するフルカーボンフォークや路面からの衝撃を少なくするディフューズシートポスト、さらには通常のロードバイクよりも太めのタイヤ、最大 38C のタイヤまで装着可能にしたフレーム、ちなみに出荷時のタイヤは 32C が今装着されていますね。これにより太いタイヤ 38C まで対応するということなんで、太いタイヤをつければですね、もう一気にグラベル風な自転車が出来上がるよということになります。とてもマルチに楽しめる1台となりますね。サイズは4サイズ XS から ML サイズまで用意されていますね。身長155センチの方から190センチの方までこれで対応いたします。カラーはブラックとこのヘマタイトですね。重量は 10.3 キロ、これ M サイズの時の重量になります。フレームはアラックスグレードのアルミを採用していますね。リアエンドは 142mm、フロントフォークはアドバンスドグレードのカーボンコンポジット、フルカーボンコンポジットですね。フロントフォークも 12mm のスルーアクセルとなっています。ギアクランクは FSA のものが採用されていますね。34と50丁が組み合わされています。コンポーネントはシマノのクラリスでほとんど構成されていますね。フロントディレイラー、リアディレイラー、シフター、この辺りは全てクラリスで構成されていますね。クラリスなんで8速のものということになります。スポケットはシマノ HG50、8速のものですね。11から34丁ということになります。結構軽めのギアが設定されていますね。全部で合わせて16速の自転車ということになります。ブレーキキャリパーはテクトロのものですね。MDC550、ブレーキローターは 160mm のものが採用されています。ブレーキレバーはシマノのクラリス、ハンドルバーはジャイアントコネクト 31.8mm のものがついています。フレームサイズによって、ハンドル幅変わりますね。シートポストはジャイアントディフューズのものですね。これアルミ製のディフューズのものが採用されています。サドルはジャイアントアプローチですね。もちろんユニクリップ対応のものです。これ座り心地もなかなかいいサドルになっていますね。タイヤはジャイアント SR3 のものですね。 AC というものがついています。少しだけ溝が入っていますね。700×32C のものが採用されています。ホイールはジャイアント SR2 ディスクというものですね。前後とも 12mm のスルーアクセルのものが採用されています。付属品はベル、ペダルもついていますね。スチールケージのものですけど、ペダルついているのはちょっとありがたいですね。このコンテンド AR4 の特徴なんですけども、このコンテンド AR4 を買おうかなっていう方って初めてロードバイクドロップハンドルの自転車に乗ろうかなという方がとっても多いように私実感しています。タイヤが 32C が最初からついているわけですけれども、これもちろん太くすることもできるよと、今流行りのグラベル風に仕上げたりですね、もちろんタイヤこのままでですねエンデュランスロード風に乗るというのもありだと思います。タイヤ幅があまり細すぎない、例えば TCR の 25C と比べると随分太いタイヤがついていますね。そのあたりも初心者にとっては私はありがたいんじゃないかなと思います。この自転車乗ってみるととても乗り心地がいいんですね。私のいつも乗っているプロペルと比べるとかなり乗り心地がふわふわしていて、快適に走れるなというふうに思います。長距離というか長時間乗っても
あんまり疲れが出にくいなというふうには感じますね。例えばしばらく乗っていて乗り慣れてきたからタイヤ細くしようかなっていう時にはホイールごと交換した方が良さそうですね。ちょっと測ってみたんですけど、この、ホイール幅、内幅ですね、22ミリありました。ちょっと太めのものが採用されています。なので、22ミリに 1.4 倍すると 30.8 という数値が出てきました。30.8 ということは31ぐらいのタイヤをはめてくださいね。それ以上のタイヤをはめてくださいというふうになります。そうなると、31のタイヤってあんまないので、32からのタイヤというふうになってしまうかなと思うんでですね、これよりも細くしたいのであればやっぱりホイールを交換する必要があるんじゃないかなと思います。このようにですね、ご自身の使用目的に応じて使い方を変えることができるマルチな1台ではないかなと私は思います。このコンテンドシリーズを買われるお客様ってですね、例えば TCR や DeFi その辺りを欲しいんだけどやっぱりカーボンモデルってちょっと値段も高いし手が出ないなという方も多いです。そういった方々に向けたエントリーモデルとしてですね、このコンテンド AR とってももうぴったりな1台ではないかなと私も思います。そしてこのコンテンド AR なんですけども、実は3タイプありますよということを最初にもお話ししましたけれども、コンテンド AR1、AR2、AR4 とあるわけですね。2022年モデルの話ですけどね。AR シリーズについても少しお話ししておきましょうかね。AR1 はシマノの105が採用されていて、ディスクブレーキも油圧になりますよということです。AR2 はシマノのティアグラが採用されていますね。これギアがリアのギア10速のものが採用されています。ブレーキはメカニカルなんでワイヤー引きのものにはなります。そして今回ご紹介している AR4 はシマノのクラリスが採用されているわけですね。これ3車種とも、フレームやフォークは全て共通というふうになっています。フォークはフルカーボンのフォークを採用していますね。でその他違うところっていうのは他のコンポーネントであったりブレーキだったりが違うよということになっていますね。これ3車種の中で選ぶんであれば、ご予算に応じてですね選んでいただくといいかなというふうに思います。今回コンテンド AR4 をご紹介してきたわけですけども、このコンテンドシリーズなんですけども、ジャイアントのロードバイクの中ではエントリーモデルということになりますね。その中でも今回紹介した ARオールロードをコンセプトとして掲げるモデルなので、初めてロードバイクに乗る方でも通常のロードバイクよりも太めのタイヤを履くことでスピード性よりも快適性を重視し安心して乗れる1台となっています。普段使いがメインでたまにロングライドも行きたいなという方にはぴったりの1台じゃないかなと思います。このコンテンド AR4 なんですけども、熊本店でもかなり人気が出てきたなというふうに思います。お客さんフラッと入ってこられて AR4 を見たいんですけど欲しいんですけどという方が結構ちらほらいらっしゃるなというふうに思います。初めてロードバイクを買おうかなという方にもちょっととっつきやすい1台じゃないかなと。その理由はやっぱりディスクブレーキであることとちょっと太めのタイヤが装着されているよということではないかなと私は思います。このチャンネルの中でもですね何回もお伝えしている通りですね、自転車の入荷がなかなか思うように入ってこないなというふうになっています。例えばですねコンテンドシリーズの中にも AR でないコンテンド0、1、2とあるわけですけども、こちらの方の自転車なかなか入ってきてくれないなというふうにも思います。例えば熊本店であればですねコンテンド AR4 この車体というのは数台今確保しているものがあるなとかですね、そういう感じでですねジャイアントストアであれば比較的在庫を持っていたりとかいうこともありますので、例えばこのコンテンド AR シリーズをですね、買おうかな、でも他のお店に聞いてみたらなかったなとかいうことがあればですね、一度ジャイアントストアの方にお近くのジャイアントストアにですね訪ねてみるのも私手かなと思います。実は在庫確保してたよみたいなこともありますし、これから入荷するんですよねという話があるかもしれないですね。
ただ1点注意してもらいたいのはですね、ジャイアントの自転車って通販を行っていません。どこのお店でも通販はしませんよというふうになります。ジャイアントストアも同じですね、通販をできませんので取りに行かなきゃいけないですね。物理的に行けないような場所のジャイアントストアには電話してもあまり意味がないので、お控えくださいということになります。この状況はまだまだしばらく続くと思います。数年まだかかるんじゃないかなと私予想しているんですけども、気になる1台があればですね、本当お早めに春より前の方がもちろんいいと入手しやすいんじゃないかなと私は思います。気になる1台がありましたらなるべく早くジャイアントストアにご相談ください。そしてあなたのライフスタイルに合う1台を見つけてください。よろしくお願いします。